剣殿。剣殿。剣殿。ではありませんぞ。先ほどからお呼びしておるのにぼんやりとして。すまない。構いませんが、剣殿、少し緊張しすぎでありましょう。これから行うはたかが内乱の鎮圧。もう少し応用に構えなされ。敵の本拠地まであと4里ほど。そろそろ全軍に戦闘態勢を取らせた方がよろしいかと。そうだな。頼む。御意。和友か。実は私もなんだ。当たり前なのか。そうか。和友そう思うか。そうだな。こんなことで私は姉様のようにうまくやれるのだろうか。違う？それは私が姉様より無能だと、そう言いたいのか？そうなのか？王都はそういうものなのか？姉様のこと私以上に理解してたのね。それは私もよ。あの人はよく言えば天真爛漫、天衣無縫。だけど悪く言えばそうそう。姉様の思いつきで何度振り回されたことか。ええ。だけどそんな姉様を私は心から愛していたわ。うん。私や和人だけじゃない。姉様は皆に心から愛されてた。決してあんな死に方をするような人じゃなかったわ。大丈夫。私はもう恨みや悲しみにとらわれることはないわ。ただ自分の不甲斐なさが辛いだけ。でもだからこそ
私は全力を尽くして王を演じてみせなければならない。呉のために、そして私を信じてくれる人たちのために、死んでしまった姉様のために。それは姉様が言ったから？姉様やメイリン、それにサイニンの、みんなが言ってたことがなんとなく分かったから。本郷には気をつけろってことよ。わからなければいいの。変なこと言ってごめんね。ブツブツ言わないの。そんなことより、カズトの率いる5詰めの部隊、準備は整ってるの？何を言ってるんだか。カズトの部隊も戦力の一つに数えているんだから、しっかりと頼むわよ。ありがとう、カズト。レンファ様、どうかされましたか？メイリン、いや、なんでもないわ。本郷のことをお考えなのでしょ？誰があんなやつのことを考えてるものか。考えていないと？当然よ。ならばそういうことにしておきましょう。今は大切な時期。孫悟の王として今しばらくは個人の情を抑えていただかないと。分かっている。姉様の目指した世界、その世界を実現させるまで私は情に流されるわけにはいかない。お見事です。それでこそ孫悟の王。しかし人は皆本音と建前の狭間で生きています。真面目なのも良いことですが、少しぐらいは自分に甘くないと息が詰まってしまうでしょう。何が言いたい？公と私、その2つをうまく使い分けろと、そういうことです。先ほどの言葉は呉の軍師として言った公の言葉。死については私がとやかく言うこともありますまい。だからなんだ？何が言いたい？さてさて、ここまで言ってわからないとは、真面目の上に下品な言葉がつきますね。何を回りくどく言ってるの？意味がわからないんだけど。ならばご自分で考えていただきましょう。もっとも本郷ならばすぐに意味を理解するでしょうな。カズトが？ならば後で聞いておくわ。ご随意に。それよりメイリン、そろそろ敵軍との接触もあろう。全軍を編成せよ。御意。姉様がいなくなった途端、すぐに反旗を翻すなどと恥知らずな行動をとったゲスどもをこの呉より駆逐するぞ。容赦するなよ。はっ。
エンファ様、反乱軍は籠城を選択したようです。城門を固く閉ざし、城壁に弓兵を並べております。城にこもっただけで我らの怒りを防ぐことができると考えるか。愚かな奴らだ。サイ、アーシャと共に先鋒を率いて正門を突破せよ。よい。紫春、民兵はそれぞれ東門と西門に向かい、城内の兵を混乱せしめよ。よい。シャオレンとノンはサイの後方より援護、城壁上の敵を一掃してしまえ。メイリンは5詰めとして後方待機、カズトを守ってやってくれ。御意。ではこれより全軍を展開する。相手は身の程知らずの謀反人どもだ。一気呵成に制圧するぞ。よい。聞け、呉の勇者たちよ。先代孫白符が非業の死を遂げてから早1月が経過した。今我らは全ての心を一つにし、呉の民を守らなければならない時にある。しかし今城にこもって我らに反旗を翻した者どもは自らの風紀のみを大事とし、状況も見ずに呉の国を危機に貶めている。新しい王となった私に不満を持つ者がいても致し方ないことだろう。先代孫白符に比べ若輩の身であることは自分自身よく分かっている。しかしこの大陸の混沌とした情勢の中、国と民をおもんばからず自らの欲望のためだけに反旗を翻した人間を私は許しはしない。呉の勇者たちよ、高き心を持つ者たちよ、今こそ私に力を、そしてその命を呉の未来のために捧げてくれ。この戦いで勝利をつかみ、新しい呉に生まれ変わろうではないか。これより反乱軍を鎮圧する。皆の者、我が旗に続け。